H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。友達、お帰りなさい。皆さん、こんにちは。まず投稿してくださった視聴者の皆様に説明させていただきますが、投稿していただければ必ず返信します。返事をいただければ必ず利用させていただきます。これまで投稿した記事は毎日更新しており、丸1年分365記事以上更新できます。したがって、記事を投稿した友人の皆さん、辛抱強くゆっくり待ってください。あなたはいつでもあなたの記事を待っています。今日の超自然的な話に戻りましょう。台湾には、タミオ幽霊屋敷、ゴリ幽霊屋敷、キタカシ幽霊屋敷など、有名な超自然的な場所がたくさんあります。この地域には、赤い服を着た少女、人面魚、林東姉妹など、様々な種類の民間怪談も残っています。このため、多くの若者は、自分に勇気があるかどうかを試し、興奮を求めるために夜に出かけたり、探検したりすることを好みます。しかし、私たちはしばしば説明のつかない事態に遭遇します。今日はナイトツアーの超自然的な物語について話します。この超自然的な物語の場所は、人面魚のような恐ろしい色を持つ鍵のランタンと、怖い噂がたくさんある新店の壁炭です。この物語はスーパーナチュラルコミューンからの報告に基づいています。これらの謎を一緒に解明しましょう。ランタンの夜は神秘的な雰囲気に包まれ、湖からは未知の生き物が潜んでいるかのような奇妙な音がよく聞こえると言われています。壁炭では夜になると水面から人面魚が現れるという噂があり、人々は恐怖を感じるという。夜の探検家たちは見たもの、聞いたものを残し、これらの場所を超自然的な伝説の発祥の地としました。これは超自然的な物語の一つに過ぎず、それぞれの場所には独自の神秘的な伝説があります。おそらく、この夜には理解できない奇妙な力が隠されており、勇敢な冒険者がやってきて、それを発見するのを待っているのかもしれません。台湾のこの神秘的な夜景では、ナイトツアーや冒険の超自然的な物語が続き、人々は未知への好奇心と畏怖の念に満ちています。張さん、コウさん、私は一人称で次の物語を語ります。私は嘉義出身なので、今日は嘉義の民間伝承について話したいと思います。嘉義の食べ物といえば、誰もが鶏飯を思い浮かべると思います。しかし、嘉義で最も怖い場所といえば、タミオ幽霊館を除けば、ランタンです。正直に言うと、ランタンは環境も景色もとても良く、夏には避暑に最適な場所です。地元の人々が知っているように、ランタンには多くの怖い話があり、最も有名なのは人面魚の話です。私が子供の頃、おばあちゃんから聞いた話ですが、その内容はこんな感じでした。ある日、人々のグループが川で釣りに行き、そのうちの一人が巨大なティラピアを釣り上げました。みんなはすぐにそれを手に取り、焼きました。みんなで楽しく食べたり飲んだりしていると、突然、魚は美味しいですかと台湾語で尋ねる老婦人の声が聞こえてきてみんなで音の源を探しました。音は人から聞こえた古い服を着た老婦人だった。彼女は色あせた赤い布を手に持ち、顔にシワを寄せていた。皆は少し驚きましたが、丁寧に美味しいですよ、と答えましたが、おばあさんの笑顔はさらに深くなり、私の魚を食べたら、あなたも私のお客さんになりますよ、と言いました。その声には、言葉では言い表せないものがありました。人生の浮き沈みは人々を少し奇妙に感じさせます。夜が更けるにつれ、老婆は人面魚の伝説を語り始めた。伝説によれば、これらの魚は人間の姿をとって土地を守る湖の神です。その夜、おばあさんの話を聞いて、私たちは皆、畏敬の念でいっぱいになりました。それ以来、ランタンに行くたびに、湖の中で見えない目が私を見ているように感じました。この不思議な物語は嘉義の民間伝承となっており、私はこの美しく神秘的な故郷をさらに大切にするようになりました。それはグリルしたティラピアでした。魚は開閉して喋り、よく見ると老女の顔が浮かび上がりました。あまりに特殊な状況だったので、みんな恐怖のあまりを落としてしまいました。そこで誰かがカメラを手に取り、魚の写真を撮りました。
翌日、また奇妙なことが起こりました。もともと漁業責任者だったチェンという姓の男は、突然謎の眠ったまま立ち去り、わずか34歳で亡くなった。これが物語です。大人になってランタンに遊びに行った時、よく友達と、魚は美味しいのと笑いました。祖母もよくこう言いました。魚の底には魚のエキスがたくさんある、よ。食べないでね、近づきすぎると水遊びに行くと魚のエキスに引きずられてしまいますよ。私たちが子供の頃ランタンには下ることができたので釣り人はよくそこに釣りに行きました。もちろん溺死した人も多く、そのほとんどは現地では考えられず、後に政府から下山を禁止された人たちがあった。私が子供の頃、祖母から電話があり、電話を切った後、遠い親戚のいとこがランタンの近くでチェンという名前の男性と思われるぼんやりとした人影を見たと言われたことを覚えています。ランタンの謎がさらに気になります。おそらくその湖の深さには鍵の永遠の謎となっている言葉では言い表せない秘密と物語が隠されているのでしょう。彼は試験に落ちたのでバイクで単理に急いで立ち去りました。おばあちゃんがこんなことを言っていたのですが、とてもショックでした。当時私は小学3年生でしたが、山の隣には防空堀が2つあり、祖母が子供の頃戦争中ここに隠れていたと話していたのを今でも覚えています。大人になって確認を求めに行くと、案の定、2つの防空堀がまだ残っていましたが、中に入る勇気はありませんでした。ランタンには姉妹館と呼ばれるもう一つの恐ろしい場所があります。近くで焼身自殺をした母娘がいたが、しばらくの間、封鎖を長時間にわたって取り囲み、地元住民はそこに泊まる勇気がなかった。ある夜、あまりにも退屈だったので、二人の少年がオートバイに乗ってランタンに行ったということをクラスメートから聞いたことがあります。スターズパビリオンの前を通りかかると、行ったり来たりしながら歩いている母娘を見つけました。その時はとても遅く、夜中の2時くらいでした。彼らは、なぜこんなに遅いのに、まだ母と娘がここを歩いているのかと言いたかったのです。その瞬間、私は心の中で少しもやもやして、一刻も早く帰りたいと思っていました。自転車に乗って後部座席に座っていた人は、振り返ってみてくださいと言いたかったのです。母親と娘が彼らの方向に歩いていることが判明した。この話は学校中に広まり、姉妹間の謎と恐ろしさについて皆で話題になりました。ランタンの民間伝承は常に神秘的な出来事と結びついているようで、この美しい場所にさらなる謎を加えています。人々は未知の世界を探索しながら、自然と人間の絡み合いの不思議さに驚かずにはいられません。そしてどんどん近づいてきて、歩くスピードもどんどん速くなっていきます。その瞬間、彼はパニックに陥り、サイクリストの友人にもっと速く走るように頼みました。もっと速く走れ、あなたの後ろにも誰かがいます。あなたの後ろにも誰かがいます。そこで彼が振り返ると、母と娘が転がって追いかけてきて、バイクにぶつかりそうになったところで姿を消しました。彼らの機関車はもう始動しませんでした。近くに街灯がないので、近くで恐る恐る手を合わせて目視をしていましたが、通り過ぎても問題ありませんので、気分を害された方がいらっしゃいましたらお許しください。それから彼らは再び近所の人たちに頭を下げました。奇跡的に私が話し終えた後、車は発進し始めました。その後、後部座席に座っていた友人が帰宅すると重篤な状態になってしまいました。それ以来、夜中に散歩することはほとんどなくなりました。私が鍵大学ランタンキャンパスに留学したので、私自身が遭遇したことについて話しましょう。私はよく実験を遅くまでやっていて、11時までやっていました。授業が終わると、先生は、授業が終わったらすぐに家に帰るように、この時間帯は強盗や交通事故が多発するので、車に乗るときは気をつけてください、と何度も注意します。その日のことを今でも覚えていますが、友達が私を車で学校まで送りに来てくれたのですが、どこの筋肉が悪いのかわからなかったので、急遽姉妹間を探索することにしました。走行の途中で、突然周囲の雰囲気に何か目に見えない存在があるような異変を感じました。
その時、私たちは皆恐怖を感じて急いで逃げ、二度とあの危険な夜の冒険をすることはありませんでした。ランタンの神秘的な伝説は真実か偽りかもしれませんが、この美しく伝説的な土地では、誰もが説明のつかない奇妙な出来事に遭遇し、深い思い出を残すかもしれません。そうでなければランタン大焼け道で家に帰ります。と言いましたがランタン大焼け道は普通の速度で走ると15キロ20分ほどかかりますが、その日は40分も走ったので、回りきれませんでした。長い道は1本だけで、脇道なしで出口まで直進できます。私たちはこの道を何百回も通っているので、迷うことはありません。まさか、と思った瞬間、もしかしたら幽霊に遭遇して壁にぶつかったのでは？私たちは二人ともとても怖くて、阿弥陀、阿弥陀と激しく唱えていました。ようやく車で出かけましたが、その後はおとなしくなり、夜中にランタンまで車で行く勇気はなくなりました。最も驚くべきことは、どんなに干ばつが起こっても、池の底の水は決して枯れないということです。かつて誰かが、ルールの底には古代都市があった、と言いましたが、今ご覧の写真は、1年間の干ばつの後に露出した古代の井戸です。子供の頃、池の底には魚の精やカッパがたくさん住んでいるはずだとよく思っていました。さらに、神秘的な場所であるランタンでは、短期間に人々の集団が原因不明の混乱や歴史に見舞われます。上の世代の人たちは、湖の奥深くには言い知れぬ怪奇現象が潜んでいると言い、人々はこの神秘的な土地に畏敬の念と好奇心を抱いています。どこもかしこも神秘的な雰囲気に満ちており、目には見えない力が人々をその中に導いているようです。ランタンの道は、かつて私たちにとって馴染みのある道でしたが、ある夜、私たちの心の中で謎に変わりました。おそらく、これはランタンの神秘的な伝説の一部に過ぎず、人々は真実の追求を決して飽きることなく、説明できない奇妙な出来事を無数に残しています。逮捕者交代のはずだし、もっと怖い話はたくさんあるはずだ。以下に追加することも歓迎します。または、地元の奇妙な話がある場合は、共有することもできます。一部のネットユーザーは、私も鍵出身です。基本的にパビリオンには行かないです。水舞を見に行くときは、不幸になりたくないので、見終わったらすぐに帰ります。と言いました。ネチズンは、私は九大大学を卒業しました。母と娘が家を出たとき、寮で悲鳴が聞こえたという同級生の話を聞いたことがあります。それが翌日の新聞に載っただけでした。その後、中間試験と期末試験のたびに考えられない人もいるかもしれませんが、教室に行く途中にランタンの前を通りかかったとき、救急車やパトカー、そして床に白い布をかぶせられた死体が横たわっているのをこの目で見ました。それは私にとって決して忘れられないものです。一部のネチズンは人面魚割れ2巻ですかランタンですか？それともおじいちゃん貯水池ですか？なぜ今でもそう言われるのですか？と尋ねています視聴者の皆さんご存知ですか？別の女性ネットユーザーは、私は片津のランタンキャンパスの卒業生の一人です。当時、ランタンの隣の女子寮に住んでいました。夜になると湖の横に救急車がいて、その後を地元の人が追いかけているのをよく見かけました、と語った。非常に腹立たしい情報が追加されました。母娘事件のことは今でも覚えている。母親は家庭内暴力に耐えられなかった、と語った。これらの実際の洞察と経験は、人々を限らん単の神秘的な伝説に対する好奇心と畏敬の念で満たします。誰もがそれぞれの物語を持っているようで、この土地は謎に満ちています。この奇妙な物語もこの地の奥深い歴史と文化の一部なのだろうか。人々は口コミを通じてランタンに対して特別な畏敬の念を持ち続けている。唯一の選択肢は娘を連れて焼身自殺することでした。夫が到着すると真っ黒に焼け焦げた妻を蹴り、死んでもいいのになぜ娘を連れ去ったのか、などと暴言を吐いた。この紳士はこの件により死体切断の罪で警察に起訴されたこともある。会うのは怖いですが、実はとてもかわいそうな人たちだと思います。この紳士が今どれほど悲惨な状況にあるのか、私は本当に興味があります。
男性も女性も家庭内暴力を経験する可能性があります。本当にそれに遭遇した場合は死を選択しないでください。それは間違いなく最善の選択ではないからです。あなたにはもっと価値がある、この世界に存在してはいけないのはあなたではないのだから、さあ、次の超自然的な物語について話しましょう。最近、誰かが壁炭お化け屋敷の個人的な体験を共有しているのを見かけました。それを見て、中学生の時の初めての幽霊体験を思い出しました。私は子供の頃から新店で生まれ育ったので、新店の多くの観光スポットには自然と慣れています。暑い夏の夜のことを今でも覚えています。思春期の友達はいつも怖いもの知らずです。でも実際は超初心者なんです。誰かが壁炭のお化け屋敷を探索したいと提案したので、兄と私を含む6人で約束をしました。お化け屋敷に入った瞬間、不気味な風が顔に吹いているのを感じました。お化け屋敷は暗闇と寒さに満ちており、ぼやけた光のせいで全てが奇妙に見えます。突然、足音やざわめきのような奇妙な音が聞こえました。突然後ろから物音を立ってたので、私たちは心臓の鼓動が速くなり、すぐに怯えてしまいました。最後に、私たちは冒険を急いで終了することに決め、あえて振り返ることなくお化け屋敷から逃げました。その経験により、私は超常現象についてより深い印象を受けるとともに、壁炭お化け屋敷が常にみんなの話題の中心である理由も理解できました。もしかしたら、この平凡な街にも信じられないような不思議な物語がたくさん隠されているのかもしれません。確かに4人だけです。私はびっくりしましたが、兄が数え間違えたかもしれません。もう一度数えてください。と言いもう一度注意深く数えてみるとまだ5人でした。この時点で私たちは奇妙な雰囲気を感じ始め、夜の下でビータンはさらに神秘的になったようでした。私はすぐに仲間に連絡し、階段に見知らぬ人がいるはずだと伝えました。これを聞いた彼らも驚きましたが、すぐに階段には5人しかおらず、他には誰もいなかったと教えてくれました。まるで目に見えない何かが私たちの周りに残っているかのように、兄と私は心の中で寒さを感じました。その時、向かいのお化け屋敷の窓から突然、鋭く耳障りな音が聞こえてきて、私たちは皆びっくりしました。窓は人々を震え上がらせるような古代的で不気味な雰囲気を放っているようでした。急いで窓に目を向けると、中は何もなく真っ暗闇でしたが、奇妙な音が不気味でした。予想外の事態に直面した私たちは、すぐに出発を決意し、山道を急いだ。帰り道、兄はとても怖がっていたかのように、頭を下げて何も言いませんでした。しかし、私の心には釈然としない疑問が残りました。階段にいる見知らぬ人は誰だったのでしょうか？それは幻覚でしょうか？それとも壁炭お化け屋敷には本当に説明のつかない超常現象が隠されているのでしょうか？この青田への旅行は私にとって決して忘れられない経験となり、また超常現象にも非常に興味を持つようになりました。もしかしたら、この世界には理解できないことが多すぎて、壁炭の夜の不思議で奇妙な体験は私たちの心の中で永遠の謎になっているのかもしれません。ということは5人ということですが、よく見ると最後の1人は黒い人型で後を追って階段を登っていきました。そして歩いているような感じではなく、歩くような起伏もなく、空中に浮かんでいるような感じです。最初に言いましたが、私たちは6人でした。兄と私を除くと4人しかいませんが、昔はどうして5人もいたのでしょうか？私はとても怖くなったので、すぐにそのうちの1人に電話して、今、最後に出て行ったのは誰ですか？と尋ねました。電話に出た人は、本さんが最後に出て行ったのです。どうしたのですか？と言いました。私はもう一度尋ねました。それで、彼は何色の服を着ていますか？それはすべて黒ですか？電話に出た人は、いいえ彼は赤いシャツを着ています。何が起こったのですか？私は彼が怖がるのではないかと心配しました。と電話で話す勇気はなく、数が多すぎたので、君たちは早く戻ってきて向こう側に来てね、とだけ言いました。
友達が降りてきた後、今何かあったのかと尋ねました。2階に上がると、たくさんの神様の像があり、そこには焚かれたばかりのお線香がついていて、誰かが崇めているような気がしたそうです。でも、山道を登って行っても誰も見かけませんでした。彼らの説明を聞いて、私はさらに混乱しました。私たちが見た黒い影は、彼らが見た神と関係のある超自然的な存在だったのでしょうか？壁炭お化け屋敷の夜は、あまりにも多くの未解明な謎を残しました。私たち6人は同じ現場を体験しましたが、それぞれ違う景色を見ていました。このことから、私たちの認識を超えた超常現象が存在するのではないかと疑問に思うようになりました。誰もがその一部しか見ることができません。おそらくここは、説明のつかない奇妙な光景が常に残る壁炭の神秘的なお化け屋敷の一角に過ぎません。突然、クラスメートの女子生徒が少し怖くなって、実はさっき山道を歩いていたら、ぼんやりとカラオケのような女の子の歌が聞こえたんですが、はっきりとは聞き取れませんでした、と言いました。彼女は歌っていた。山の交差点近くの家がカラオケを歌っていたのかもしれないと思った。その時はあまり考えなかった。でも、考えれば考えるほど、それは間違っていた。私たちはずっとそうしてきたから。その後、私は今見たことを彼らに話し、全員で顔を見合わせました。その時初めて迷うということがどういうことなのかを知りました。その後、近くにお寺があるかどうか見に行って、お参りして安心してはいかがでしょうか、と提案したところ、たまたま近くに小さな宮殿があったので、6人で中に入るとお寺がありました。役人がやってきて私たちを見て、あまり様子が良くなかったので、どうしたのかと尋ねました。私たちは寺院の役人に何が起こったのかを話しました。それを聞いた寺の役人は首を振って、若い人はそこまで興味を持たない方がいいよ。行ってはいけない場所を知っておくべきだよ、と言いました。それから彼は、山岳地帯におけるいくつかのタブーと注意事項、特に未知の存在を刺激しないように夜に山に入らないことについて話しました。寺院関係者の言葉を聞いた私たちは、先ほどの体験で山の神秘と危険性を痛感したような、背筋が凍るような感覚を覚えた。寺を出た後、私たちは皆、もう軽率な行動をする勇気もなく、壁炭山々への一計の念を胸に、黙って反対側に戻りました。その夜、私たちは自然を尊重し、命を大切にする方法も学びました。生と死の本を手に持って慎重に投げ捨てるような気分でした。その鳥は空中で弧を描き、やがて地面に落ちました。結果は笑いのカップでした。一瞬、びっくりしてしまいました。笑っているコップは、私が追いかけられていないことを意味し、心の中の岩が地面に落ち、私は安心しました。他の生徒たちからも安堵の声が次々に上がり、寺の担当者からも、夜の山歩きは本当に気をつけてください、と私たちの疑問が晴れました。お寺を出て反対側に戻ると、もう夜も更けていました。夜の壁炭湖畔は静かで穏やかに見えます。かつては謎に満ちていたあの山岳地帯は、今では私たちの心に忘れられない記憶を残しています。この経験を振り返ると、夜に山を歩くことの危険さと無力さがよくわかります。壁炭山脈には知られざる秘密がたくさん隠されており、私たちはその中の単なる通行人に過ぎません。その過程で私たちは恐怖と不安に見舞われましたが、最終的には寺院職員の導きとの魔法により、不思議な夜から逃れることができました。この経験から、未知のことや恐怖に直面したとき、宗教や信仰の保護を求めることが、人の心の慰めになるのではないかということが分かりました。真実かどうかは別として、神秘的な青炭山脈は私たちの心の中で忘れられない場所となり、自然を敬い、命を大切にすること、そして人間と自然の境界がとても微妙で神秘的であることを教えてくれます。旅行するときは、特に神秘的または未知の場所については、常に安全に注意してください。壁炭山脈での夜の経験は私の人生の忘れられない一部となりました。超常現象や超常現象について考えずにはいられませんでした。テクノロジーが高度に発達した現代社会においても、
人々の未知への恐怖や好奇心は依然として存在しており、自然や伝統的な信仰をより尊重するようになりました。寺の役人からもらったが一種の加護となり、理性では偶然かもしれないが、その瞬間、超常的な存在を感じた。また、この経験から私たちが環境と調和して生きていくためには、自然を敬い、神を敬うことが大切な姿勢であることがよくわかりました。壁壇のお化け屋敷は現在は改修され、外国人向けの住居となっているが、私たちのあの恐怖体験の記憶に影響を与えることはない。人生という旅では多くの道や困難に遭遇することがよくありますが、これが人生の不思議です。未知のものを尊重し、尊敬し、用心深くすることを学ぶことは、私たちと世界との関係をより深く理解するのに役立ちます。結局のところ、この夜山を歩くという経験は、私に普通の生活をもっと大切にするようになり、また神秘や未知への畏怖の念を教えてくれました。奇跡と神秘に満ちたこの世界では、誰もが独自の信念や理解を持ち、それが人生の彩りを構成しています。平和が一番大切です。この2つの物語のうちどちらが一番好きですか？今日のプログラムは以上です。メッセージボックスにさらに超自然的な話を投稿しました。下にスクロールして読むことができます。聞きたいトピックがある場合はメッセージを残して私に教えてください。超自然的な物語があればぜひ私に投稿してください。また今度お会いしましょう。